です。こんにちは、ポテトです。今日もデータ分析やっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。今日はですね、スパサブの決定力向上を見てみたいやっていきたいなと思います。前回の動画見ていただいたでしょうかね。今回はこの結果をもとにやっていきたいなと思います。詳しくはね、概要欄から前回の動画見ていただければと思いますけども、70から75にかけて大きく変わるっぽいよっていうことが分かったので、これを利用すればスパサブの違いも分かるんじゃないかとやっていきたいなと思います。今までね、スパサブに関しては様々な歴史がありまして、現状分かっていることでね、スピード、そしてドリブル、ここ上がらないよということですね。で、仮説としてで決定力とかセンスじゃねえとかなってはいたんですけど、今回このね、決定力、ここ上がっているのか確かめていきたいなと思います。で、今までね、スパサブの検証見た方はわかると思うんですけど、期待しすぎないで見てください。ただね、ある程度何か結果が出たらその時は高評価、チャンネル登録忘れずにお願いいたします。はい、検証方法ですね。検証方法は前回と同じような形になっていきます。iPhone に動きを記憶させて、前回と同じ場所からね、ミドルシュートを打っていきます。各20本程度ずつですね。で、スパサブの発動有無で比較していきたいなと思います。使っていく選手はこのラセルナ選手ですね。このパーリーのお友達になっているわけなんですけども、この選手をですね、決定力70にして今回はね、検証していきたいなと思います。で、スパサブもね、ちゃんとパーリーのね、スパサブを食わせて、継承させているという感じで、進撃の巨人見たばっかりだからそんな言い方したんですけど、そんな形でやっていきたいなと思います。まずはスパサブが発動してない状態から見ていきましょう。70なんでね、どこまで入るかなって感じですけど、前回はね、結構ホームランみたいな当たりも多かったんですが、どうでしょうかね。はい、見ていただきました。なんか結構決まってません？なんか前回よりだいぶ決まってるような気もするんですが、こんな形になりました。はい。でも枠外は多かったですね。入ったのも多かったけど枠外も多かった。前回と比べるとこんな感じで、やっぱり枠外多めになってはいたかなと。で、敵のプレッシャーとかで能力低下してる可能性もあるかな。で、前回で言うとこのゴールキーパーに止められてたところがうまいこと入ったのかなっていう気はしておりますね。じゃあこれがですね、スパサブ発動するとどう変わっていくのか見ていきましょうか。一応以前の決定力の検証でも言ってはいるんですけど、公式でもね言ってる通り、決定力が高いとね枠内に入るというところで、前回と同じようにですね、この枠外率に注目してですね、スパサブの違い見ていきたいなと思います。はい、ここからはスパサブですね、発動している状態から見ていきたいなと思います。一応念のためにはなるんですけど、一応ワンプレーやってから選手交代で出しているという形にしていきます。さあ見ていきましょう。スパサブで決定力、特にね途中出場で決めた選手がスパサブつくこと多いですからね。はい、見ていただきました。これは枠外少なかったよね。確実に少なかったかなと思いますね。抜粋なので皆さんあれかもしれないですけど、見てるこっちはちょっとそうでしたね。まずはデータ見ていきましょう。こうなりました。はい、ということでですね、これ見てわかる通りですね、やっぱ枠外率下がってる。よかった。一つね見つけましたね。いや、よかったですよ。一つ目で見てわかるような結果が出た。よかったな。で、以前の結果と比べてみるとですね、相手のゴールキーパーとか状況も違うので、一応ね枠外率だけに絞ってみたんですけど、70に関してはさっきも見たんですけど、ある程度ね妥当っちゃ妥当かもしれないですね。で、70のスパサブ発動時に関してはまさかの75と同じ程度になりました。もちろんたまたまだし状況も違うので参考程度にしかならないんですけど、向上してるっていうことの裏付けにはなりそうですよね。スパサブ発動したらこうなってるわけですからね。っていうことと、ちょっとこれだけだともったいないんで、もちろんシュートの違いもちょっと見ていきましょうか。で、前回はですね、8割以上のパワーゲージになるともうホームランになっちゃう。これがね、決定力70だったわけですね。で、今回も一応見ておくと、こんな感じで未発動だとですね、こんな感じで 80% やるとね、ほぼホームランになってましたね。100% ホームランになってたかな、そんな感じでした。で、これがスパサブ発動するとどうなるか。はい、こんな感じですよ。この8割いってもですね、ちゃんとね枠内に入れてるんですよ。たまにゴールキーパー触ることもあるんですけど、ゴールキーパー触れるってことはちゃんと枠外にねなってる、ちゃんとシュート抑えられてるってことですから、いやー、これ良かったな。ということで、ここだけ見てもですね、向上してるのは確かですよね。で、もう少しだけちょっと掘り下げてみたいんですけど、ちょっとどっちもね、ほぼ
同じ状況下でほぼ同じ軌道に飛んでいったシーン、得点シーンなんですけど、この蹴る瞬間でねちょっと合わせてシュートスピードを見ていきたいんですけど、こっからねはい、わかる、微妙にですねスーパーサブ発動してるのが早いんですよ。もしかしたらねキック力上がってんのかなみたいな、まあたまたまかもしれないんですけどね。まあ確定なことは正直言えないし、まあなんとも言えないんですが、少なくともですね得点能力自体はねやっぱ上がってんのかもしれないですよね。はい、というところで今日は結論です。スパサブが発動すると決定力は5くらい上がるとします。はい、見ていただきました。確実にですね上がってるのが分かりましたね。いや、よかったな。まあちょっと5以上に関しては上がってなさそうかな。前回のデータを見る限りでもねそんな上がってないのかなって感じしました。で、最大5以下ぐらいで考えておくといいかもしれないですね。もしかしたら5も上がってないかもしれないですかね。3とかの可能性もあるかなと思います。で、これ以上細かく検証っていうのはまあちょっと難しいのかなって思っていますね。1とか2とかの差は正直ね限界があるかなと思ってますね。まあこういうこと言うとですねいろいろ疑問出てくるかと思うんですけど、スパサブの発動っていつからなのかみたいな話なんですけど、これ今までの検証でもやってるんですけど、ハーフタイムから基本的には発動してますから、そこは安心して使っていただければなと思います。なのでフルにねスパサブ使いたい人は後半から頭から出してあげてください。で、現状分かってることをですね、決定力今回5くらい上がるよということは一つ分かりましたよね。まあそこに加えてもしかしたらキック力もね上がってんじゃないかみたいなところが一人言えるかなと思います。で、またですねスピード、ドリブル、ここの向上はしませんよということも一つ覚えておいてください。なのでスパサブ枠を使ってですねスピードで無双したい人はですね最初から開けておく必要があるんだよということが一つ言えるかなと思います。で、逆に言えばですね決定力に関してはまあこれで上がることが分かったので若干ね低くても、どうにかなるかもしれません。で、一応前回のデータも出しておきますけど、まあこれはあくまで一つのシチュエーションにしかならないんですけど、決定力がね上がるので、まあその分はねドリブルとかスピードに振るとかいうことがおすすめかもしれません。で、他にもね言いたいことちょっといろいろあるので、ちょっと今日この機会なんで言っておきたいなと思います。まずはですねスキル上昇値基本的に固定ですよということ、これ今までの検証をしてきてもねそうなんですけど、なので総合値に関係なく総合値が低くても高くても同じ上昇値があるよということが言えます。で、ちなみに調子に関しては総合値によって変わります。高い方が低く出るし、総合値低い方が高く上がるという感じですね。なのでまあという意味では総合値高い人にスパサブつけた方がまあお得だよねっていうところですね。で、あとは絶好調スパサブはないっぽいっていうところですね。まあちょっとねこれウィーレの時あったんですけどいい人になったタイミングでなくなったんですよね。ただ当時はねスピードで検証してて、なので測定すれば明らかに分かったんですけど、今はちょっと変わったわけじゃないですか。そうなるとですねちょっと疑問がいろいろ残っていて、調子で上がった決定力が上がらないのかとか、じゃあスピードどうなんだとかね、現状一つね言えることといえばですね一つの能力上昇幅みたいなのが決まっていて、それ以上になったらスキルでも上がんないとかは現実的なのかなっていうところになっていきます。で、もう一つだけ純正スパサブと追加のスパサブですね、これは同じということですね。これね過去に検証もしてるんですけど、最初からついてるスパサブとあと後からつけたスパサブだとどうなんだっていう話なんですけど、ここはね同じです。というかまあ違ってたまるかって話なんで、そこは安心して使っていただければなと思いますのでよろしくお願いいたします。これもね結構質問が出るので言っておきます。はい、ということでね今回やってきましたけど、まずスパサブの違い分かってよかった。本当によかった忘れずに高評価チャンネル登録していただければ嬉しいなと思いますので参考にしてみてください。はい、ということでここからねもう雑談になっていきます。まずは一つね安心しました。よかったよ本当に目で見てわかるのって大事じゃない？やっぱり実感できるって大事だなと思いましたので、ここからね心置きなくスパサブを使っていけますよね。で、あとはねセンスなんですけど、これねできるかな。以前ねオフェ戦が分かったやつってフリーキック、トレーニングモードのフリーキックやったんですよね。使ってやったんですよ。
そう考えるとね、それがねフレンドマッチで再現できるのかっていう話なんで、ちょっと難しいなと思いつつ、またちょっと妙案があったら、やっていきたいなと思います。で、一つね気になったことがありまして、このシーン見てほしいんですけど、このねディフェンダーに当たってしまうシーンなんですけど、これねゴールキーパー、ちょっとこの時のキーパーに見てほしいんですね。キーパー、この打ったディフェンダーにね当たるここの瞬間、この時にはもうねキーパーねやめてんすよ。もう全てを悟って、もうね構えやめてんす。いやこれたまたまかもしんないし、ゲームだから別にいいんですけど、いやキーパーとして正直許せないいつ何時ねどうなってもいいように構えておくんですよね。そこだけはちょっと許せないなっていうね、ポテトのどうでもいいシリーズでしたはい、ということでいかがだったでしょうか。皆さんこの結果どう思いますでしょうか。皆さんのご意見ご感想クレーム等々あればですね、コメントで教えていただければなと思います。年内3万人を目指しておりますので、この動画良かった、参考になった、面白かったなと思った方はですね、高評価、チャンネル登録をしていただけるとすごく励みになります。どうぞよろしくお願いいたします。はい、ということで今日はねスパサバやってきました。いや一つ分かってよかった、ゴールデンウィーク中に分かってよかったですねまた様々ね、また疑問はあるんですけど、一つ一つね解明していけたらなと思います。よろしくお願いいたします。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。